初代セピロス騎士が檻の束縛を断ち切り、絶え間ない抗争の末、モンドの隅々にまで自由は行き届いた。自由の追求と守護を信条とするセピロス騎士団に旧貴族出身の異端者がいる。罪人の末裔であり、しきりに復讐を口にするエウルワだ。セピロス騎士団の遊撃小隊隊長であり、優れた剣術で波花騎士の席を担っている。この矛盾は多くの疑問を生むだろう。しかし自由の都モンドではそれすら些細なことなのかもしれない。遊撃騎士、行動に移る。隊長の責務を担うエウルワは氷元素魔法を取り入れたセピロス剣術を得意とし、並外れた実力を持った人物だ。彼女は氷の霜を剣へと凝縮させ、リズムに合わせて舞うことで怒涛の攻撃を繰り出す。旧貴族という身分がエウルワにもたらしたのは、高い地位ではなく厳格な教訓であった。それら教訓を形だけのものと軽んじる彼女だが、生殺する習慣がすでについているようだ。エウルワがキャラ添付育成素材を合成するとき、確率で素材を2倍獲得できる。エウルワの通常攻撃は最大5段の連続攻撃で物理ダメージを与える。銃撃はスタミナを消費し、連続攻撃を繰り出すことで敵に物理ダメージを与える。銃撃終了時、強力な一撃により体格の小さな敵をノックバックする。元素スキル強調の渦を短く押すと、素早く剣を振り氷ダメージを与える。敵に命中時、エウルワは冷酷な心を一つ獲得し、自身の防御力と中断耐性をアップする。冷酷な心は最大2つまで所持可能だ。元素スキルを長押しすると、エウルワは全ての冷酷な心を消費し、敵に氷範囲ダメージを与える。冷酷な心消費時、エウルワの周りにいる敵の物理耐性と氷元素耐性をダウンさせる。消費した冷酷な心は評価の剣に変化し、近くの敵に氷ダメージを与える。兵糧のようにうなれ。元素爆発を発動すると、体剣を力強く振り、周囲の敵に氷ダメージを与え、自身に付き従う降臨の剣を創造する。継続時間中、エウルワの中断耐性がアップする。エウルワの通常攻撃、元素スキルまたは元素爆発が敵にダメージを与えると、降臨の剣にエネルギーがたまる。継続時間終了後、降臨の剣は爆発し、周囲に物理ダメージを与える。ダメージはエネルギー量によって決まる。エウルワが戦闘不能または退場時、降臨の剣は直ちに爆発する。天賦氷の残剣解放後、長押しでスキルを発動し、一度に冷酷な心を2つ消費すると、直ちに爆発する降臨の剣のかけらを創造し、降臨の剣の基礎ダメージ 50% 分の物理ダメージを与える。長年遊撃小隊に属するエウルワにとって、機を見計らい攻撃を仕掛けるのは造作もないこと。彼女の剣撃は波花と共に光り輝く。天賦戦意の現れ解放後、エウルワが元素爆発を発動すると、冷酷な心を一つ獲得し、元素スキルのクールタイムをリセットする。モンド城の影に覆われた場所こそ波花騎士の戦場である。エウルワは敵を追い詰めることを得意とし、優れた戦略でセピロス剣術を振るう。戦闘では通常攻撃と元素スキルの短押しを織り交ぜながら敵を追い詰め、冷酷な心をためる。機を見計らい
長押しで冷酷な心を消費することで周囲の敵の物理耐性と氷元素耐性をダウンさせるという。元素エネルギーがたまったら元素爆発で降臨の剣を創造する。可能な限り攻撃を叩き込み降臨の剣のエネルギーをため爆発ダメージで敵にとどめを刺して終わりだ。憎しみを持つ者の中にはエウルワのように運命によって課せられた復讐の責務を自我の糧とし堅強な道を歩む者もいれば、長い年月を経ても魂に刺さった毒針を抜くことができずもがく者もいる。世界の未来が俺たちの目に映るとき、両者はきっと違う姿を成しているだろう。